こんにちは。こんにちは。はじめまして。小野あずさと申します。どうぞ中にお入りください。職業は、照明デザイン、ライティングデザインをしております。あと、そうですね、フリーランスでやっています。ここ20年くらいです。こちらがリビングルームになります。これはメイドの、棚本棚ですね。で、これもメイドなんですけれども、結構メイドのソファーとかもそうですね。それ以外はヴィンテージのものが好きなので、結構セカンドハンドで買いに行ったりしてます。これもヴィンテージで、これもヴィンテージ、あと、そうですね、これもヴィンテージです。で、これはインドに行った時に買ったベルです。あとは、これは友達のアーティスト、石川博樹くんが展示会やった時に私照明で手伝ったんですね。でその時にお礼として作品をいただきました。はい、ちょっとインドの話に触れたんですけれども、そうですね、7年ぐらい前ですかね、インドに行った時に、モーターバイクを借りて現地で、ゴアからマイソー、そして彼らの方にぐるーっと回って、でまた西の海岸の沿って、旅をしたことがあります。2、3週間でしたね。でその時に結構いろんなお寺があったので、すごいスピリチュアリティのある国だなっていうふうに感激しました。特に夜歩き回るのは危ないって言われたんですけど、夜になればなるほどそのテンプル、お寺でキャンドルを焚いて、みんなが歩き回る、裸足で歩き回るとかがすごく一緒にやってみて、感動しました。はい、食べ物も美味しいですし、すごくおすすめです。今井美樹さんと布袋さんのコンサートに関わらせていただいたことがありまして、今井美樹さんのカドバンホールの公演だったんですけど、それも3、4年前だったかな。いや、もっと前ですね。5、6年前だったかな。に、彼女のコンサートの照明を任せていただいて、やりました。で、彼女はすごく、女性的な柔らかい光を作ってほしいっていうふうに言われたので、色の組み合わせをすごく気をつけながら、温かい柔らかみのある照明を作るように心がけました。はい、すごく素敵な方で、一緒に布袋さんと美樹さんと、食事させていただいたこともあるんですけれども、すごいナチュラルなカップルで話しやすくて、普通の人なんだ、よかったと思って、とても温かい素敵なカップルだなと思いました。はい、このペインティングはプリントなんですけれども、イブ・クラインさんというイタリアのアーティスト、画家さんの作品です。で、なんでここに置いたかっていうと、結構天気によってこの色合いが変わってくるんですね。このブルーは彼が作ったインターナショナルクラインブルーっていうブルーなんですけど、プリントなんですけれども、本当に明かりの具合によってブルーの深みが変わってくるっていうのがすごく面白いので、気に入ってます。あとはウクレレですね。これ実は2代目なんですけど、あんまり私上手じゃないんですけど、友達がウクレレをやっていて、でノリで一緒に買ったんですけれども、それでハマってしまって、で弾きませんけどもヨコレレっていう、ウクレレのグループの一員で一緒にやってます。はい、今日天気良くて折りたたみ自転車はプロンプトンに見えるんですけど、これは実はディキャソロンというスポーツショップで買った自転車で、すごく
便利です。電車とかにも乗せられるし、通勤でよく使ってます。これはお気に入りの小さいバーベキュー炭火焼きセットです。で、夏になるとこれで開けて、バーベキューします。もうね、すごい優れもので、これで焼くと、もうお肉でも野菜でも何でも美味しくなるので、すごいお気に入りです。ベランダでやってること内緒です。こちらがベッドルームです。どうぞ。このタンスは、ヴィンテージショップで見つけたんですけど、このシェイプとこのタグがすごく気に入っちゃったので、あと白を基調にしたかったので、この、タンスにしました。あと、これもヴィンテージショップですぐ近くにあるお店なんですけども、買いました。タグもなんか面白いので。そうですね。あと、ベッドはメイドです。で、このピンボールの飾り物なんですけど、これちょっとクリスチャンが置物に似てる、シェイプが似てるなと思って、すごく神秘的なので買ってみました。あとは、そうですね、この鏡もヴィンテージショップ、この棚も、ヴィンテージショップで、あと、小野家は旅行先で何でも拾ってくるので、これよく貝殻海辺に行った時に拾ってきます。あと、これはお友達からプレゼントされた照明の灯体の間についてるレンズです。これも家の中でいろんなところに飾ってます。はい。そして最近ボーイフレンドが家に引っ越してきたので、彼はもともとヘアスタイリストなんですけれども、ボーグとかのヘアをやってます。で、今はハンドクラフトマンといって、いろんな素材を使ってペーパーコンポジットを使って、トレイですとか櫛ですとか、あとジュエリーを作ってます。はい、で、この絵なんですけれども、先ほどお見せしたリビングルームでお見せしたハートの夜間を作ってくれた石川弘樹くんが、この絵もくれました。彼は今携帯で、教授をしているそうです。はい、こちらが、キッチンになります。キッチンでは、そうですね、この絵すごく気に入ってるんですけど、キングスクロスのアートフェアで見つけたアーティストさん、アントニーさんなんですけれども、結構ファンタジーとか現実にない絵を描く方で、チャーコールで絵を描くエッチングっていうんですかね、そういうのの作品なのですごく気に入ってしまったので、あれもそうですね、マーケットで入手しました。あとその隣にあるフロッグ、カエルちゃん、これは今一緒に働いている上司がメキシコに行った時に買ってきてくれたんですけど、動物で何が好きって聞かれたので、カエルちゃんと言ったらこれ買ってきてくれました。ね、すごく円化石みたいで可愛いでしょ。あとスパイス、料理が好きなんですよね。中東のタジンとか結構料理します。で、これはスペインで買ってきたチリなんですけど、鷹の爪、カイエンペッパーなんですけど、これもすごく今ハマってるスパイスです。テーブルと椅子はヴィンテージショップで買いました。マスタードカラーが好きなので、マスタードばかりなんですけれども、学校で使うチェアだったそうです。これを使ってます。これも彼氏が作ってる、郷さんの作ってるトレイです。枯山水をイメージして作ったそうです。で、シェイプは、CNC というマシンを使って、その後に手で磨いて、こういう形に仕上げてます。同じペーパーコンポジットの素材で作ってます。はい、こちらがバスルームです。
バスルームでまずやることっていうのはほぼ入浴なんですけれども、大好きなショパンリラックスしながら聴いて、たまに寝ちゃいそうになるんですけど入浴してます。でその時に必ずキャンドルは焚くようにしてるんですね。で特に去年の終わりぐらいから始まった公演なんですけれども、シェイクスピアのヘンリー・ディ・フィフスをやったんですね、その公演を。でキャンドルしか使っちゃいけないっていう劇場だったんですよ、初めてやった時。なのでいろんなキャンドルを借りてきて、で明るさをチェックここでしました。それからもうずっとキャンドルにハマってます。で実はその話に続きがあって、そのキャンドルのショーがツアーに行くことになって、また照明を全部デザインし直して、でリバプールですとかノーサンプトンですとかいろんなところに回ったんですけど、とりあえずキャンドルのライトをエレクトリックライトにデザインし直すのがとっても大変でした。でも楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ルームツアーはいかがでしたか？ご覧いただきありがとうございました。